こんにちは、斉藤直樹です。今回の動画は上級編。このポイントを意識すると圧倒的に絵の伝わりやすさ、説得力が増していくよというポイントを5つ紹介していきたいと思います。これ正直意識できてたわっていうことから、いやそれ全然知らなかった。意識もできていなかったというところまで色々あると思います。もしね、意識できていないことがあったら、それを今日からね、取り入れていただけるだけでも説得力が爆上がりすると思います。で、仮にですね、意識できていたことがあったとしても、今日改めて認識して深くその知識を自分の中に落とし込んでいただくことで、より自然にね、より深くあなたの表現を見ている人に届けられるように、絵の力をね、パワーアップしていただくことができると思います。ぜひ最後までお付き合いください。すいません、ちょっと風邪をひいてるのでね、喉の調子がおかしいですがご容赦ください。はい、頑張って喋っていきます。それと今回紹介するテクニックは、あくまでポイントで、それだけでも効果はあるんですが、体系的にですね、基礎や応用テクニックを自分の描くイラストの手順に沿って取り入れていきたい、着実にステップアップを重ねていきたいという人は、僕が Vimeo から出している動画講座、基礎編はこれ、1ヶ月で絵が上手くなる動画、そして応用編はこれ、6日間でステップアップイラスト秘伝の書を試してみてください。この2つの講座をやっていただくことで、あなたの中にしっかりとした揺るがない基礎を築き上げていただくことができるようになると思います。かなりね、ボリューミーな内容なので、やるだけでも結構ね、大変なんですが、それだけにね、効果絶大だと思います。もし絶対にパワーアップしたいという人がいらっしゃったらね、こちらを試してみてくださいね。概要欄に URL を記載しておきます。それでは早速、上級ポイント5つ解説していきましょう。設置で説得力をプラスしよう。はい。まずね、本当に上級編いっちゃうんですが、設置で説得力をアップしようっていうポイントですね。はい。言葉だけだと何言ってるのかわかんないと思うので、実例表示しましょう。はい。こちらのイラスト。はい。もうすでにですね、すっごく上手いイラストなんですが、皆さんこのイラストどうすればもっと良くなるかってポイント上げられますでしょうか？はい。結構難しいですよね。僕が思うにですね、このイラスト、もうすごくよく書き込まれていて、密度も申し分ないんですが、なんかね、一生懸命書き込んでる割に、人物の存在感や書いてある机の上の文房具類、これのね存在感がちょっと希薄だなって思ったんですね。なんとなくですね、全体的にふわふわした感じというか、本当にねそこにあるんだなっていう感じがちょっとね足りない感じがしたんです。なぜこういうことが起きてしまうのかというと、それが設置の問題なんです。物と物とがね設置している部分の形をちょっとねぼやかして書いてしまっていたり、あとはね曖昧に書いてしまっていたり、そういうところがちょっと重なってしまうと、この現象って起きます。はい、これね、ビフォーアフター見比べてみると分かりやすいと思います。僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。はい、どうでしょう。書き込みのね、密度としては、別にね、格段に上がったわけではないのに、なんか人物やテーブルの上のものの存在感が、一段階ググッと引き上がったのがお分かりいただけると思います。これ結構不思議でしょ？はい、どこを変えたのか。それがね、設置です。物と物とがくっついている部分ですね。ここをですね、はっきりと、そしてしっかりと書き込んであげただけです。例えばですね、一番わかりやすいのは、鉛筆を持っている手。ここがね、一番わかりやすいと思います。添削前は、手はね、しっかり書いてあるんですが、指先がですね、どのように鉛筆にかかっているのか、あんまりはっきりとは描写されていませんでしたし、爪もですね、よく見ると書かれてなかったりするので、指先に行くに従って、少しね、ぼんやりとした印象でした。はい。添削後は、鉛筆にどのように指がくっついているのか、はっきりと意識して書いてありますし、なおかつ、指先の爪までしっかりと書き込みました。はい。そしてここポイントなんですが、その手とね、鉛筆がその下のノートとどのぐらいの距離にあるのか、ここもですね、しっかりと影を使って書くということです。添削前は鉛筆もね、手もね、ノートからちょっと離れて書かれていて、ノートとの距離感が少しね、曖昧になってしまっていました。でも添削後は、例えばペン先はね、ノートにぴったりくっつけて、そしてノートにもしっかりとね、ペン先から落ちる影を描きました。でもね、ノートにはぴったりと密着はしてないんですけど、少しだけ浮いている感じ、ほぼくっついている感じに影を描いて、手自体もね、ノートに設置している感じをしっかりと書き込んであります。それとですね、これも細かい部分なんですが、ノート自体の設置についても同じです。添削前は、ノートがね、机に落とす影は、ちょっと曖昧でしたが、添削後は、ノートそれ自体の影についても、しっかりとね、はっきりと書いてあります。はい。その隣の2本の転がってる鉛
鉛筆もそうですね。これも影が曖昧でしたが、鉛筆の下にしっかりと影を描くことで、鉛筆がしっかりと机に設置していることが表現できます。はい。もしかしたらこれを聞いてね、こう思う人もいるかもしれません。机の上に鉛筆っぽいものをこう転がってるように書いたら、それだけで鉛筆がテーブルに乗ってるってわかるじゃん。それって設置を書いてるってことにならないの？はい。まあ、そう思うでしょうね。ただですね、それだけでは、実は物を見る時の解像感がちょっと足りてないんです。実は僕らは、その物の存在感を感じる時に、その物自体と同じぐらい、実はですね、影の存在感も感じているんです。影がどのぐらいの濃さで、どのぐらいの距離に落ちてるかで、そのものとの距離、そのものの大きさ、そのものの質量を測っています。つまり、影の情報が曖昧だと、その影を落としているモチーフ自体の存在感が、その分ですね、曖昧になってしまうんですね。なので、もし、もっと存在感をアップさせたいという場合には、この影の面積、設置をですね、増やしてあげることで、絵の存在感をアップさせることができちゃうんです。はい。例えばですね、他で言うと、このメガネ。これはですね、単純に僕がメガネが好きだから足したというわけではありません。これね、メガネを描くことで、この鼻の部分や頬の部分にメガネの影を足すことができますよね。つまり、設置を増やすことができて、その分ですね、キャラクターの存在感をぐんとアップさせることができちゃうんです。何かと何かがくっついている部分を描くっていうのは、これはですね、かなりはっきりとモチーフ自体の形や位置関係を改めて意識し直すことが必要になるので、結構ね、描くのが面倒にはなります。でも、設置を描くことで、その分ね、絵の説得力はぐんとアップしますので、ぜひこれ意識してみてくださいね。情報を整理しよう。さあ、今回の情報めちゃくちゃ濃いでしょ。このレベルでいきますからね。皆さん頑張ってついてきてくださいね。次のポイントは、絵をわかりやすくするためにはすごく重要なポイントです。こちら、情報を整理しようってことです。情報を整理する。言葉だけ聞いてみると、なんか単純で簡単なような感じがしますが、これですね、絵でこれができる人っていうのはなかなか少ないんですよ。かなりの上級者だと思います。僕らはですね、言葉の扱いにはすごく慣れているんですが、絵や図形を使って情報をうまく整理できるのかっていうと、そっちはですね、結構慣れていない人の方が多いんですね。例えばこちらのイラスト。このイラストもですね、絵としてはすごくよく描けています。キャラクターを俯瞰で見下げて、手をぐーっと前に突き出すことで、画面に迫ってくるような迫力のある演出を加えることができていると思います。ただですね、僕がちょっと気になったのは、この方のコメントを読んだ時のことでした。このキャラクターは心の中に二面性を持っていて、普通に可愛い女の子としての面と、ちょっとね、どす黒い、闇が渦巻く邪悪な面を持っているということだったんですね。なので、画面が白と黒とに分かれていて、黒の部分にはね、威圧的な目がたくさん描いてあるっていう、この設定を聞くと、背景の目の意味にも理解が及ぶと思います。ただですね、ちょっと情報の整理の仕方が中途半端で、そういった二面性があるということを視覚的にね、パッと一発で伝えるにはちょっと弱いなと思ったんです。なぜかというとですね、例えば背景だけ見ても、基本的に黒い部分には邪悪な面、そして白い部分には普段の彼女の心情を表していると思うんですが、邪悪な目が白い部分にまで侵食してるじゃないですか。これだとですね、二面性の表現としてはちょっとわかりにくいです。もしかしたら闇の面が光の面に侵食しているというところまで表現したのかもしれませんが、そういうストーリー性までね、この一枚でやるには、ちょっとね、単純に情報型。少なくとも、このキャラクターが初めて登場した最初の1話でやるような演出ではないんですね。に加えて、キャラクターの方にね、目を向けてみると、背景との兼ね合いがちょっとね、ちぐはぐです。手をね、ぐぐーっと前に伸ばしている手のポーズの方が、ちょっとね、威圧的な感じがしますが、じゃあその手を伸ばしてる方の背景を見てみると、こっちがね、白になってるんですよね。逆にね、黒い邪悪な背景は、手を伸ばしている方とは真逆の手の表情の方になってしまっているので、あれ？なんかどっちが邪悪な彼女で、どっちが普段の彼女なんだっけって、ちょっとね、混乱してしまう感じがあるんですね。全体的に整理が不十分。なので、パッと見た印象でね、この子は二面性があるキャラクターなんだ。ということに、2、3秒あれば気づくんですが、逆に言えばね、2、3秒かかっちゃうんです。このね、2、
3秒っていうのは、こういうイラストにとっては結構致命的で、少なくともですね、こういうコンセプチュアルなイラストは 0.5 秒で絵の情報を見た人に強制的に分からせることができるのが理想的です。はい。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。はい。いかがでしょう？今僕が言った全てのこと、イラストを見た瞬間に一発で 0.5 秒で理解できたでしょう？何も言葉を返さずとも、ああ、この人は普段はこういう普通の女の子で、一方でめちゃくちゃ邪悪な一面を持ってるんだなっていうこの情報、ものすごい速さで見た瞬間にパッと理解しちゃったと思います。はい。これなんです。この一発でものすごい情報を瞬時に理解させちゃうっていうのが、これがですね、視覚伝達デザインなんですね。やったことはとっても単純です。さっき指摘していった矛盾点を一つ一つ丁寧に左右に振り分けていっただけ。ただそれだけです。結果だけで見せられると、これね、すごく簡単なように見えるんですが、実は自分でやるとなるとね、意外とね、この情報の整理って難しいことなので、ぜひね、こういうコンセプチュアルなイラストを描きたい時には、かなりね、意識的に情報を整理してあげる。意識してみてくださいね。それだけで圧倒的に分かりやすいイラストが描けるようになると思います。画面の中で視線を循環させよう。いやー、今日難しいですね。難しいんですが、皆さん、まだまだ逃がしませんよ。次も、さらに難しい。だけど、強力なテクニック、教えちゃいますね。さあ、こちらのイラストをご覧ください。ドラゴンクエストビルダーズのクリエというキャラクターですね。ツインテールと元気な目がね、特徴的なキャラクターです。イラストとしてはまとまりよく描かれていると思うんですが、ちょっともったいない部分があります。それは、せっかくね、世界観がギュッと詰まったキャラクター、いっぱい詰まった絵なのに、あんまりですね、絵をじっくり見たいという気分にさせてくれない絵の作り方にあります。いえ、別にね、ディスってないですよ。僕が今言ったのは、絵が下手だから絵をずっと見れないって言ったわけじゃないんです。そもそもね、絵の作り方自体が、そういう絵の作りに短い時間しか見てもらえない絵の作り方になってしまっているっていうことなんです。これですね、結果を見ていただけると、何を言っているのか分かりやすいと思うので、問題を指摘する前に、添削後の絵を表示しちゃいましょうか。いきますよ。はい、どうも。はい。いかがでしょう？そう言われてみれば、添削後の方が、じっとこの絵を眺めちゃう感じがあるなって思いませんか？あ、クリアちゃん今何描いてんだろう？またなんか思いついたのかな？あ、目をキラキラ輝かせて、目も描いてるなみたいな感じで。はい。そうなんです。それです。今皆さんが感じた、まさにその感じ。絵を見て、想像をね、ちょっと膨らませましたよね。このキャラ何してんだろう？何描いてんだろう？何思ってんだろう？って、そう思わせたこと。それがですね、なぜ起きたのかというと、僕がですね、意識的に一枚の絵の中に見た人の視線を閉じ込めておくための視線誘導テクニックを使ったからなんです。これできるとめちゃくちゃ強いですからね。皆さんぜひ覚えておいてください。と言ってもやることはシンプル。この画面の中に視線を循環させる視線循環テクニックを使うには2つポイントがあります。1つ目、絵の中に顔以外の見どころ、B と C を作る。そして2つ目、キャラクターの視線はカメラではなく見どころ、B と C どちらかに向ける。これだけです。はい。詳しく解説しましょう。1枚の中に顔以外の見どころ B と C を作る。というのは、添削前を見てみるとね、見どころは1つでした。つまりこの持っているこの羽ペンですね。この手の部分です。はい。これだけだとですね、視線の循環って起こりません。まずは目を見て、そしてペンを見て、そしてその後画面から視線は抜けていってしまいます。はい。それで終わり。でも僕はですね、ここに反対側の手で持っている紙を追加しました。これによって、このペンでこの紙に何か書くんだなっていう見どころを一つ単純にね、追加したんです。で、大事なのはこれです。ポイントの2、キャラクターの視線を B か C どちらかに向けましょう。ここすごく大事。こうすることによって絵を見ている人にこのキャラクターが今何を考えているのか、何をしようとしているのか、想像力を働かせてもらう仕掛けを作ることができるんです。僕はですね、今追加した見どころの C、紙にクリエの視線を向けました。そうするとですね、今書いていること自体がすごくクリエにとってワクワクしていることということを表現できるので、絵を見ている人も一緒になってね、クリエが感じているワクワク感を感じることができるんです。そういう仕掛けを意識的に施しているんですね。はい。ちなみにですね、視線を B の方、つまり羽ペン自体に向けても大丈夫です。この場合にはクリエの興味が羽ペンに向かいますから、見ている人は全く違う想像をすることになります。さっきは描こうとしていること自体に興味が向いていましたが、今度はこの羽ペン、新
新しく手に入れた羽ペンなのかな。あ、なんか羽ペンに向かってにこやかに話しかけてるように見える。ということは、このペンもしかして喋ったりする？なんていう風に。ね、面白いでしょ？そうなんです。この2点を意識して、絵の中に見どころを2つ作ってあげることで、あなたの絵を見ている人の視線を絵の中でね、ぐるぐるとこう循環させて、もっともっとあなたの絵の世界観に引き込んでいくことができると思います。ぜひこのテクニック試してみてくださいね。うまさから卒業しよう。さあ、ちょっとね、ややこしい話をしすぎましたので、皆さんちょっとね、頭が疲れちゃったかもしれません。いいですね。ぐいぐい成長してますよ。ただね、ちょっと今回は休憩しましょう。そこまでややこしい話はしないです。ただ、言ってることはシンプルですが、結構重要なポイントをお伝えします。それは、うまさから卒業しようってことです。はい。こちらのイラストをご覧ください。はい。めっちゃうまい。うまいですね。ご本人のコメントによると、人に取り残されてしまって別れを惜しんでいるエルフということです。はい。もうここまでうまいとね、別にこう改めて添削するところはありません。もはやここから先はご本人が何を表現したいのかということになってくると思うので、僕がね、たとえ何を添削してもですね、いや、このイラストはこういうことを表現したかったんだ。それをあえて添削するなんて、もうこれは野暮だよってことに、なっちゃうんですね。はい。実際にね、そういうコメントもいくつかいただいてると思います。ただ、それでもこの人は僕にね、添削してほしいって思ってイラストをあえて送ってきてくれてると思うので、そこをね、こう突っ張れるのもちょっと違うじゃないですか。なのでね、これはもうあくまで僕の見方なんですが、僕だったらこう考えるな、ということをお伝えすることにしました。こちらも添削前、先に見せちゃいましょう。はい、ドン。はい。添削した部分は、主にね、この顔の表情だけです。いやいや、それもあんたの顔の好みの問題じゃん。って、思われるかもしれませんが、僕がですね、この添削でお伝えしたいのは、顔の好みがどうとか、そういうことじゃないんです。僕がお伝えしたかったのはですね、もうここまで来たら、うまさから卒業してもいいんじゃないっていうこと。作者さんは、おそらく、まだ私の絵うまいでしょ。そう思ってほしいって、結構強く思ってると思います。はい。なぜ僕がそう思ったのかというと、例えばですね、わかりやすいところで言うと、鼻ですかね。鼻が、添削前はすごくね、こう立体的に描かれていて、私、この鼻、全部構造分かった上で描いてますよーっていう、なんかね、そういう鼻の描き方してたんですね。ただね、絵の上手さを抜きにして、ただ単純にこの絵をパッと見たときに、僕はですね、ちょっと鼻の立体感とか、あとはこう、目の立体感とか、そういう立体感が表情作りの邪魔になってるなと思ったんです。なので僕はあえて、鼻の立体感、目の立体感、口の立体感、耳の立体感、全部ね、ちょっとずつ落としていきました。立体感を少しなくすことによって、逆にですね、このエルフの表情自体にフォーカスを当てようとしたわけです。はい。もしね、その上でもし、いや、前の方が表情良かったよ。前の方が好きだった。意図通りっていう場合には、もう全然それでいいと思うんですが、もしね、作者さんが僕が言った通りに、まだちょっと上手さにとらわれてしまって、そのせいで表情作りが一番伝えたいことの邪魔になってるかもしれないなと思ったら、それはね、本末転倒になってしまいますので、一度ね、上手さってなんだっけ？ここで上手さ出す必要あったんだっけ？っていうことを改めて考えてみてください。その視点を持つだけでも、一段上の表現力にたどり着くことができると思います。正面を避けて自然な感じを出そう。はい。次、最後のポイントです。最後のポイントは、これ自然に描き分けられていたら、めちゃくちゃですね、絵のこと分かっている人ですね。こちらのイラストをご覧ください。可愛いイラストですね。可愛いんですが、なんとなくこちら側にこう、訴えかけてくるような、少し深刻で、重々しい雰囲気も醸し出しているイラストでした。コメントを見てみると、これが納得で、以前にね、こう、亡くなってしまった親戚の家の愛犬を描いた作品だということなんです。なので、こう、なんとなく、見ている人に訴えかけてくるような、そういう絵の作り方になってるなって思ったんですね。なので、この絵はこの絵でね、正解なんですが、でもね、一方でコメントでね、もっと自然な絵にしたいというコメントがあったので、あれこれもしかして、意図せずにシリアスな雰囲気にしちゃってるのかなということを思ったので、これもね、あえて添削させていただきました。添削後はこちらになります。はい、どうも。はい、これはですね、何をしたのかというと、言葉にすると単純で、犬、蝶々、お花、この3つのモチーフが主に書いてありますが、この全てがですね、添削前は正面向いてたんです。このね、正面を向いていたモチーフを全てに角度をつけて、正面から反らしてあげました。はい。それだけです。な
なぜそうしたのか。これですね、正面ってかなり強いんですよ。なんだろうな。言うならば、さあ、あなたはどう思いますかみたいに、なんかね、こう、問題提起してくるような圧があるんです。それだけにね、ずっと絵とこう、対峙させられるような、強制的にね、こう、対峙させられるような雰囲気を持っているので、なんかこう、場合によっては重すぎるというか、ちょっとね、時々シリアスすぎる雰囲気にもなってしまうんですね。まあ、これはですね、人それぞれこう、価値観があると思うので、どっちがいいとは僕は言えません。まあ、ですがね、僕だったら、自分の愛犬がね、こう、死んじゃって天国に行っちゃったとしたら、まあ、僕とかね、こっちの世界にはあんまり囚われずに、天国でね、こう、草花に囲まれて、もう美味しいおやつとかね、いっぱい食べながら、蝶とかとね、こう、戯れながら元気にはしゃぎ回って、楽しくね、暮らしていてほしいですよね。はい、無邪気に。まあ、そういうね、こう、死生観的なことは、一旦置いておいたとしても、より、こう、自然に見せたい時には、あえて、正面を避けて角度をつけてあげることで、自然さを持たせることができると思います。特にね、意識してませんでしたが、さっき紹介した見どころを2つ作って、片方に姿勢を持っていくという点でも、視点の循環につながってますよね。こうした方が。ぜひね、正面を向けて画面に対して圧をかけるのか、それとも角度をつけて自然な絵作りにするのか、この点意識しながら絵を描いてみてください。あなたの意図をより鮮明に、絵を見ている人に伝えることができるようになると思います。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回は上級編ということで、かなり突っ込んだ内容についてお話ししてきましたが、まさにそういうこと知りたかったという方、この動画でも大事なことをさらに知っていただけると思います。イラスト、これをやると絵がダサく、くどくなりがちですという動画ですね。これはまさにですね、絵の上級者がやりがちな失敗、そしてその回避方法についてお伝えしています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。